はい、皆さん視聴いただきましてありがとうございます。この動画では勇者工房にて開催されたイベントキーキャップホルダーを作ろうの参加レポートをしたいと思います。勇者工房内のスペースを使用してオリジナルキーキャップを作り、それをキーホルダーとして組み立てをする体験会となります。自作キーボードの知識は一切不要で、アクセサリーを作る感覚で楽しめるイベントです。イベントの定員は6名です。参加代金3000円に含まれるものはキーホルダーキット、パーツ代、その他道具の利用費やサポート費用も含まれており、とても良心的な内容になっています。何よりみんなでお話ししながらオリジナルキーキャップ作りを楽しめる点がこのイベントの魅力です。私も参加させていただきつつ撮影をしています。それでは早速作業開始です。こちらがシリコンの型です。これは下型の部分でキーキャップの軸の十字部分を作ります。シリコンを流し込みます。そして UV ライトを照射して固めます。数分間この状態で置いておきます。参加者は女性が多いですが、お父さんと息子さんの親子で参加されている方もいました。この制作作業のポイントは配色や飾りを入れるところです。皆さん組み合わせを考える過程もにぎわいながら、楽しんでいました。今やっているのが上型にレジンを入れ、その中に着色剤を入れている様子です。着色剤の量や混ぜ加減次第でも、見た目の印象が変わるので重要です。やってみた感じ、着色剤が多すぎると最終的に透明感が低くなるので少なめが良さそうだなと思いました。次にラメを入れています。この辺りからあれ、色濃すぎだなと自分の作品はですねちょっと感じ始めていた頃です。こういうキラキラした装飾物も色が濃すぎると埋もれちゃうんですよね。はい、また上型も UV ライトを照射します。2層にしたいのでレジンの量を半分にして、まずは1層目を固めます。はい、こちら最初に作業をした下型のレジンが固まりました。他の方の様子です。上型に対して下型をかぶせている様子です。上型には多めにレジンを入れておき、余分なレジンはあふれさせて密着させています。その上でまた UV ライトを照射します。参加者の中には自作キーボードのコルネを持ってこられている方もいました。このような自作キーボード経験者と自作キーボード未経験者の割合は半々ぐらいだったと思います。キットはそうですね。欲しいな。ですよ。これスイッチの。なので自作キーボードを知らない方でも参加は全く問題ありません。UV ライトの照射が終わった後、取り出しやすくするためにシリコンの型を揉みます。そして上型を最初に外します。この瞬間は完成形の見栄えがわかるので、ドキドキする瞬間です。皆さんの作品どれも綺麗で素晴らしかったです。思ったよりすごい綺麗になった。入れすぎかもって言ったんでちょうどよかったですか。入れすぎてよかったです。本当だ。そうですね。結構キラキラを。私は1層目が固まったので2層目のレジンを上型に流し込んでいます。2層目には紫を入れています。マーブルっぽくしたかったんですが全然ですね、そうならなくて、これは大丈夫かなってちょっと思いながら少し心配になってきている頃です。私も上型に対して下型をかぶせました。そして UV ライトを照射します。
すごい。そう奥までどうやって入れるんだろうと思ったらちゃんとそうなってる。はい、こちらが照射後の様子です。固まりました。ゆっくり剥がします。けど本当にこんなんでいいのかな。逆にゆるすぎないかな。1層目の黄色が濃すぎるのと2層目の紫が薄すぎて何とも言えない感じになっています。でこれで上にそして上には花の装飾を貼り付けます。これもレジンで貼り付けているので改めて UV ライトで照射します。皆さん私よりも先に進んでいて周囲のバリをですねヤスリで削って整えている様子です。こちらは親子で来ている参加者の息子さんの方の作品。私と違って2色のグラデーションがとても綺麗です。これは羨ましかったな。キーホルダーの土台にはキースイッチが1つついていて押すと LED が点灯します。自分で作れたら一番いいですけどね。気持ちいい。はい、私の作業に戻ります。下型のはみ出た部分をまずはカットします。カットできたら下型を剥がします。そして長くはみ出た余計な部分もカットします。皆さんキーキャップの上の装飾をされています。この工程によってはさらにキーキャップの見栄えが向上します。勇者工房にはキースイッチセレクションという商品がありまして、合計25個のスイッチを試せるキースイッチセットです。スイッチをじっくり選びたい方にはおすすめの品です。はい、私の方もヤスリがけが完了しました。これにて完成です。作業の途中で軸の部分が折れてしまいまして、後から付け直しているせいで、ちょっと傾いてしまっています。おそらく UV ライトの照射時間が短くて固まりきらなかったために強度が低くなってしまったんだと思います。皆さんが挑戦される際はこの部分が特に折れやすいので、長めに照射することをお勧めします。はい、出来栄えはまだまだですが完成して、嬉しかったのと、やっぱりですね、自分が作ったオリジナルの唯一の、キーキャップですので愛着が、とても湧きました。それでは最後に参加した皆さんの作品を見ていきましょう。皆さんどれも色の使い方が綺麗だし、装飾は上に乗せたり、人によってはですねキーキャップの側面につけたりして、とてもよくできていました。素晴らしい。最後にこのイベントを振り返ってみましょう。参加費3000円あれば手ぶらで参加可能という手軽さが良いです。参加者同士一緒に会話しながら作業は楽しいです。キーボードに詳しくない方でも楽しめます。出来上がったキーキャップは自分だけのオリジナルキーキャップです。いつも使っているキーボードに取り付けたら気分よく毎日を過ごせるのではないでしょうか。それではこの動画は以上です。気になった方はお気軽に参加してみてはいかがでしょうか。動画の概要欄に応募リンクを記載してありますのでアクセスしてみてください。それでは視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。